ミルトンチャンネルです。今日は車中泊でポータブル電源をめっちゃ使いやすくできる新製品が出たので、実際に使ってみました。その試した製品がこちら。このエコフローのオルタネーター充電器。車を走らせるだけで最大 800W の充電ができるので、車の中でクーラーを快適に使いたい私のようなタイプにはもってこいのアイテムです。前回キャンピングシェルを設計して簡単に見栄えの良いシェルを施工できる方法を模索している段階ですが、このキャンピングシェルを施工する前に電気や配管の問題もある程度想定していなければなりません。私は軽トラの上のキャンピングシェルを簡単に脱着できる状態で使用したいので、電気の配線・配管をなるべくシンプルにする必要があります。私が以前エブリィに取り付けた 12V クーラーはクーラーの室外機をうまく車外に取り付けできたので、夏でも快適に過ごせるようになりました。私はかなりの暑がりなので、今回私が作ろうとしているキャンピングシェルにも必ずクーラーを取り付ける予定なんですが、このクーラーを取り付けるには2つの問題が出てきます。まず1つ目はエアコンの室外機の配管問題。 12V クーラーや普通の家庭用エアコンの場合、室外機をシェルの外に取り付ける必要があり、これを施工するとエアコンの配管を取り外す必要が出てきます。この問題は窓用クーラーという室外機とクーラーが一体化されているものを取り付ければ配管の問題は解決できます。2つ目の問題は電気問題。エブリィで 12V クーラーを使用していた際はサブバッテリーシステムを組んでいたので、大電力でもソーラーパネルと走行充電をさせることで車内を冷やせる大電力を確保していました。ところが前室の窓用クーラーを設置すると通常の 100V 電源を使用するので、このようなサブバッテリーシステムを使うと配線がごちゃごちゃしてキャンピングシェルを軽トラから取り外しづらくなります。またそもそも 12V の電源を 100V に一度変換して使わなければならないので、この点の電力ロスもバカにできません。これを解決するには外部電源もしくはポータブル電源で大電力を確保する必要が出てきます。このポータブル電源の充電方法がまた厄介で、車を走らせて充電する方法はこのようなシガーソケットを使って充電させる方法が主流なんですが、このシガーソケットによる充電、せいぜい 100W 程度しか充電できないので、最大 600W を消費する窓用クーラーの電力を確保するには十分ではありません。実は私はこのポータブル電源の充電問題を解決するために、以前の動画でこのようなインバーターを車のバッテリーに取り付けて最大 350W までポータブル電源に充電させることに成功しました。しかしこの方法も万能ではなく、車のバッテリーの状態にかかわらず常にポータブル電源へ 350W が充電されてしまうので、車のバッテリー上がりの不安をいつも感じていました。そこで今回エコフローさんから新発売になったポータブル電源専用の車載オルタネーター充電器のデモ機をお借りすることができたので、実際に私の軽トラでも問題なく使えるのか詳しく検証していきます。内容物はこちら。 800W オルタネーター充電器本体、車のバッテリーとこの充電器をつなぐ入力ケーブル、 XT150 ケーブル。これはこの充電器とポータブル電源をつなぐケーブルになっています。そしてバッテリーのプラス極の間にかますヒューズケーブル、これはこの部分にヒューズが仕込まれていて、プラス極の間にかますようになっています。これも最初から入れられているのはとてもいいですね。このヒューズボックスにはこのように中にケーブルを仕込めるようになっていて、通常はこういったものを別途で購入して自作する必要があるんですが、これはもうすでに中に入っているので取り揃える必要がなくて便利です。続いて製品保証書とユーザーマニュアル、そして取り付け金具一式になっています。取り付けるケーブルの数も少なく、あとは本体のみなのでほとんど DIY の必要がなさそうです。このヒューズ付きのケーブルとこの充電ケーブルをつなぐのはとても簡単で、まずこのヒューズボックスを開けて 8mm のレンチでこの部分を緩めたら、このプラスケーブルの方に
ケーブルをつないで接続するだけです。で、ヒューズをつけた方のこの短いケーブルの方をバッテリーにつなぐ形になるので、こういった点ももう最初から間違いがないように仕込めるようになっているので安心して使えます。このケーブル自体もすごくシンプルになっていて、プラスとマイナスの極がある他はこのようにコネクターでつなぐだけなので配線ミスがないのも個人的に気に入りました。またバッテリーとオルタネーターをつなぐケーブルもこのようにコネクターの形状が決まっているので差しミスがないのもいいと思います。本体を詳しくチェックしてみます。本体自体はかなりコンパクトで薄型な印象です。サイズは横 242mm×194mm、 厚さ 35mm なのでこのような B4 版のノートよりも小さいぐらいのサイズ感です。重さはこの大きさにして 2.2kg なのでそこそこ重い印象はありますが、この製品は Bluetooth や Wi-Fi でつながる機能も持っていて、充電モードが最大 76A、 出力が最大 800W、 バッテリーメンテナンスモードだと最大 3A で 100W の出力があるようです。その他のスペックはこんな感じになっています。本体のコネクター部分はこの部分がアンテナになっていて、そしてこちらの部分が車のバッテリーとつなぐコネクター、この左から3番目はバッテリーをつなぐコネクターの部分になっています。そしてこの一番右側の部分はいわゆる LAN ケーブルのようなものをつなぐ通信ポートになっていて、この横の部分に電源ボタンがついています。とてもシンプルな分かりやすい作りになっています。そして裏面はこのように非常にシンプルな作りになっていて、特に何も取り付けるところはないんですが、この3つの穴の部分にこのステーを使ってこんな感じでビス止めをして、このように車体や板にビスで固定できるようになっているので、しっかり取り付けられるようにもなっています。実際に先ほどヒューズを仕込んだケーブルとバッテリーとポータブル電源をつなぐケーブルを接続してみます。これめちゃくちゃ簡単ですね。というのも、こちらとこの本体側のバッテリーをつなぐポータブル電源側のバッテリーの刺さる形状がこのように全てのコネクターでコネクターの形状が違うので差し間違いが絶対にありません。この点もすごくいいですね。一回刺してみます。こちらの車のバッテリーをつなぐケーブルも接続がとても簡単です。車のバッテリーをつなぐケーブルもこのように刺せる形状がもうすでに決まっていて、しかもこのように車のマーク同士を刺すだけなので配線ミスが絶対ありません。これも安心して使えるのでいい感じだと思います。今回はデモ機としてエコフローのデルタ 2MAX をお借りしているので実際に配線をしてみます。通常このようなデルタ 2MAX を充電する際はこの側面の部分のこの AC 入力ポートや XT60 端子を使って充電するんですが、こちらのオルタネーターの充電方法は違ってこの側面の部分で充電するようになります。この部分はもともとエクストラバッテリーをつなぐ端子の部分なんですが、この部分に先ほどのオルタネーターにつないだ XT150 ケーブルにつないで充電をさせていきます。これもさせる方向が決まっているので配線ミスをすることなくつなぐことができます。このようにこちら側が台形になっていてこちら側が正方形になっているコネクターの形状なので接続ミスすることがありません。ちなみにこのように配線したオルタネーターやポータブル電源をつないだケーブルはこの横の部分を見ると簡単には外れない形状になっていて、手で引っ張っただけでは抜けないような仕組みになっています。これは車というものは振動するものなので、万が一これが運転中に外れた場合にショートですとかそういった事故を防ぐためにおそらく取り付けられているものだと思うんですが、これを取り外すにはこの付属のケーブルを外すケーブルプラーを使ってこのようにこの本体とこのケーブルのこの出っ張ったこの部分の隙間の部分にこのケーブルプラーを差し込んでこれを押し込んであげるとこのケーブルプラーが突起に干渉して突起をうまく開いてくれます。こちらはロックがかかっている状態ですが、今これがオルタネーターの方がロックが解除されている状態になっています。この状態で引っ張ってあげるとこのように簡単に抜ける仕組みになっています。この点も車の運転中にケーブルコネクタが抜けることがないので、そういった意味でも安全対策が取られていると思います。
こちらも同じくこのように差し込んで、あとはケーブルを引き抜くだけで簡単に引き抜けるようになっています。では実際にオルタネーター充電器をつないで軽トラで充電させてみます。キャリーの場合、バッテリーは左側面の煽りを上げた部分にあるので、まずここにアクセスしてバッテリーケースを取り外します。バッテリーケースはプラスの特殊なビスで固定されているので、ドライバーを使ってビスを緩め、少し力を入れてビスを引き抜きます。反対側も同様にプラスドライバーでビスを緩めたらビスが外れますので、これでケースを取り外すことができます。次に車のバッテリーのマイナス極の端子を緩めてバッテリー端子を取り外します。マイナス極を外し終えたら次にプラス極も同様に外します。次にエコフローのバッテリーケーブルをプラス極からつけていきます。映像のようにケーブルをつけたらナットで蓋をして締め上げて取り付ける方式です。バッテリーケーブルを接続したらレンチで締め上げておきます。この部分が緩んでいるとエンジンがかからなくなったり発熱等のトラブルにもなるので、きっちり締め上げます。プラス極を締め終えたら次はマイナス極を同様に締め付けていきます。これもナットでケーブルを締め上げるようなイメージです。マイナス極も緩みが出ないようにレンチを使ってきっちり締めておきます。次にケーブルが長すぎるので耐抗性の結束バンドを使ってケーブルを車体に固定していきます。キャンピングシェルの中にポータブル電源を仕込む場合はこの元からついている穴が使えますが、まだ私はシェルを完成させてないので車の中にケーブルを引き込みます。もし車内に配線をする方は、これが車のマフラーになってますので、ここはすごく高音になるので、こちらからなるべく離れたこちら側の助手席側から入れてあげるといいかと思います。で、ここジャッキがあるんですけども、このジャッキの部分は実はこの助手席のこの部分を開けてみると、この部分で外とつながっていますので、この端っこから配線を入れてあげてもいいかと思います。今回私はこの端っこの部分から配線を通して助手席の部分で充電オルタネーターを稼働させてみたいと思います。で、配線のこの結束バンドで留める部分なんですが、こういった既存からある穴を利用してうまく固定していくとケーブルがブラブラしなくて済みます。こんな感じで結束バンドで留めました。で、配線自体はこの下を通してあげると楽なので、ちょうどこの下ですね、この部分を通して上に配線を引っ張り上げるような感じで配線していきます。このままこの配線を下から回して、今この下からこの入れた配線をこちら側の助手席のこの部分から引っ張り上げて配線をしています。はい、配線なんですけれども、こんな感じでここからプラスとマイナスの極をで、この部分とこの部分で結束バンドで留めています。そしてこのように下を通してこのように下から助手席の中に引き込むような形で入れてきました。で、ちょっと分かりづらいんですけども、この部分にも結束バンドをつけてケーブルがブラブラしたりしないようにしてあります。で、先ほども言ったんですけど、気をつけていただきたいのが、これがマフラーなので、これに触れちゃうとこの配線したケーブル溶けちゃいますんで、気をつけて配線しました。で、ちょっと暑くなってきたので空調服を着たいと思います。実はワークマンでこれを買ってみました。ちょっと暑いんでこれ着ます。ああ、いい感じに涼しいです。この首元と脇のところとお腹、あと背中にすごい風が当たってるんで、これで結構楽に作業できます。ではオルタネーター本体と先ほど配線したケーブルをつないで、こちらのデルタ 2MAX の XT150 ポートにつなぎます。これで接続が完了したわけなんですけれども、エコフローはスマホにエコフローのアプリを入れると、このようにデバイスをスマホ上で確認できる便利なシステムがあって、それをインストールしています。それでデバイスの追加を押して、このオルタネーターチャージャー、オルタネーター充電器0246というのをつないでみます。これで充電のすべてのセッティングが完了したので、実際に車を走らせて充電してみます。充電開始時のデルタ 2MAX の充電残量は 56% でした。車に乗った直後の充電電力は 605W。 これは私がエブリィにつけているサブバッテリーの走行充電器のマックスに近い値です。
ギアチェンジ等で充電電力が落ちる時もありましたが、それでもおおむね 550W は超えて充電できています。はい、今10分ほど車を運転させたんですけれども、アイドリングでも 590W も充電できています。これかなりすごいですね。アンペア数にすると 590W 割る 12.8V なので約46アンペアもアイドリング状態で充電できていました。これかなり高速で充電できているんで、この値はかなりすごいと思います。で、運転中もちょろちょろ数値を見ていたんですけども、約 700W 近くまで充電できていたので、かなりこれ充電の能力が高いなという感じがしています。正直このエコフローのオルタネーターがどのぐらいの能力かっていうのが全く未知数だったんですが、自分の予想を超えてかなりの充電ワット数を稼げていますので、相当いい感じだと思います。私はこの荷台の部分にシェルを作ってウィンドウエアコンを入れようと思ってるんですが、ウィンドウエアコンの消費電力もかなり大きいので、そういった意味でもここまで充電のワット数が大きいとかなり安心ですね。そしてちょっとこのエコフローのオルタネーター自体が、例えばこの辺りに設置して助手席の足元なんかにも設置できますので、使うときはこのエコフローのポータブル電源をこの荷台のシェルの中で使って、車を移動させたりするときにこのポータブル電源を前の方に持ってきて充電するなんていうこともできると思いますんで、そういった意味でもこのオルタネーター充電器、小さい割に充電能力が高いのでかなり使いやすそうなイメージです。はい、再度アイドリングでちょっと様子を見ていたんですけれども、 366W までアイドリングが落ちました。しばらくアイドリングをすると徐々に電力が下がっていくようなイメージなんだと思います。ただこのアイドリング 370W 程度を今指してるんですけども、これでもかなりサブバッテリーの走行充電器より充電できているんで、だいたいサブバッテリーの走行充電器が、私エブリーでしか試したことないんですけども、エブリーでアイドリング状態で 250W ぐらいのアベレージのイメージなので、そういった意味でもこのエコフローのオルタネーター充電器、かなり充電能力は高そうなイメージです。また私の乗っているスズキキャリーのオルタネーターのアンペア数は60アンペアなので、理論上は60アンペア ×12.8V で最大 768W 発電できるんですが、これには車の走行に使われる電力も含まれるので、そういった意味ではこのエコフローのオルタネーターはバッテリーの状態によってほぼ車のマックスの充電電力まで引き出せることが分かりました。この後1時間ほど運転して充電の状況を細かくチェックしましたが、オルタネーターを強化してない私の軽トラでもアイドリングがおおむね 300W 前後、安定走行時は 500W 程度を指していました。これは私がエブリーで使っているサブバッテリーの走行充電器より充電能力が高いと思います。運転を終えてガレージに戻ってきました。ちょうど1時間ぐらい運転していたと思います。それで 56% まで減っていたバッテリー残量が 65% まで回復しています。これは結構早い方なんじゃないかなと思っています。それでこのエコフローのオルタネーターなんですけれども、もう一つめちゃくちゃ便利な機能があって、それはこの部分逆充電という機能があって、これはポータブル電源に充電するのではなく、この車のバッテリーに充電することができるようになっています。この機能めちゃくちゃ安心ですね。ポータブル電源を接続してこのようなセッティングで使っている限り、万が一バッテリーが上がったとしても、これで逆充電ボタンを押してしまえばこの車のバッテリーがバッテリー上がりをすることがないので、そういった意味ではめちゃくちゃ安心ですね。とりあえず便利な機能があるんで使ってみます。これはモードを切り替えて充電するようになっているようです。で、今 65% までエコフローのデルタ2マックスがバッテリー残量が減ってるんですけども、それが現在20時12分。これ朝までどれぐらい充電が、今この逆充電を試そうとしていたんですけれども、今 18W ぐらいで充電仕掛けたんですが、充電が止まってしまいました。おそらくこれは1時間ぐらい運転していたので、こちらのバッテリーにも十分バッテリーの電力が足りているっていうことなんじゃないかなと思います。すごいですね。自動で止まってくれるのもいい機能だと思います。この機能、この逆充電の機能、これがあるだけですごい安心ですね。この逆充電の機能があればジャンプスターターとかもいらなくなっちゃうと思いますんで、そういう意味ではこのオルタネーターかなり優秀な気がしています。私が以前使っていたインバーターでポータブル充電に充電をするというやり方、あのやり方はこちらの車のバッテリーに充電するというようなことはできなかったので、このエコフローのオルタネーター充電器かなり優秀ですね。いい感じです。
でこのオルタネーター充電器、今充電を終えたばっかりで熱いかなと思って触ってみたんですけども、全く熱くなってなくて、念のためサーモグラフィーカメラでチェックしてみるとこんな感じですね。一番熱いところでも34度程度なので全く問題ないかと思います。でこのケーブルの接続部分でも36度程度しかありません。そしてデルタ2マックスに至ってはもうほぼ常温ぐらいの28度ですとか、そんなもんでしか発熱していませんので、発熱に関しても全く問題ないことが分かりました。このエコフローのオルタネーターなんですけれども、今電源がこのように入った状態で、こちらのデルタ2マックスは電源をオフにした状態なので、自動的にこちらの車のバッテリーからオルタネーターの方に微量ではありますが、このように電気が通っている状態になっています。これも手動でオフにすることができるようで、この部分に電源のオンオフボタンがあるので、これを押して、消えましたね。こんな感じで消しておこうと思います。こういったことをやることによって、このバッテリーの待機電力を無駄に使わなくて済むので、こういった運用の仕方をした方がいいかもしれません。このオルタネーターの価格は税込み61,600円。現状ポータブル電源の走行充電器はエコフローからしか発売されておらず、安全性にもかなり気を配って設計されていますので、 DIY の苦手な方にも使いやすい製品だと思います。この製品が気になった方は概要欄にリンクを貼っていますので、そちらからチェックしていただければと思います。最後に FRP キャンピングシェルの進捗についてかいつまんでお伝えします。現在シェルを自作するにあたり、型を取って FRP の外装を作ろうとしています。 FRP という素材はガラスマットにポリエステル樹脂を塗り固めるとコンクリートのように硬くなる性質を持った不思議な素材なんですが、これがかなり難しい素材で、型を取って作るとこのように表面がツルツル形状になるんですが、型を使ってプレスしていない側はこの裏面のようにガサガサでカチカチな感じになります。このガサガサの面の正体はガラスクロスのこの凹凸なんですが、実はこのガサガサの面、削ってツルツルにするにはかなりの時間と労力を取られるので、なるべく削りの工程を省くために型となる素材を探していました。そんな素材探しをする中で見つけたのがこのポリプロピレンシート。これはダイソーの文具コーナーで見つけたんですが、これをガラスクロスの下に敷いて FRP 樹脂を塗って硬化させ、剥がしてみると何をしなくても意外にも簡単に剥がれてくれて、このポリプロピレンシートを貼っていた裏面はこんな感じでツルツルになっています。これは型の素材としてはとてもいい感じなので、この方向でキャンピングシェルの外装を型に作って、シェルの外装をほとんど磨かずにツルツルな表面にしたいと考えています。まだ実験段階で試さなければならないことがたくさんあるんですが、少しずつシェル作りを進めていますので、また次の動画で進捗を報告させてもらいます。本日もご視聴ありがとうございました。もしこの動画を気に入っていただけたら、チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。